こんばんは、クリミナルです。皆様は性別しか知らない、顔も知らない、声も聞いたことがない相手に恋をしたことがありますか？今回は2003年にイギリス・マンチェスターで起きた事件をご紹介します。当時高校2年生のオリバーはアルバイトで学費を稼ぎながら勉学に励む少年だった。彼は至って普通の高校生で、学校では友人と好きなタイプの女の子の話で盛り上がっていた。そんな彼にはある楽しみがあった。それはインターネットのオンラインチャットだ。彼は帰宅するとすぐにオンラインチャットの世界にのめり込む。以前そこで知り合った同い年の女の子、レイチェルとやりとりをするためだ。二人は実際に会ったことはないし、通話もしたことがない。文字だけでやり取りをしていた。オリバーはレイチェルに会いたがっていたが、住んでいるところが遠かったため、それはできずにいた。ただ彼はレイチェルのことを愛し、レイチェルもまたオリバーのことを愛していると伝えていた。いつか会える日を信じて、二人は甘い会話を繰り返していた。そんなある日、レイチェルからあることを明かされた。実は自分の一つ下の弟がオリバーと同じ高校に通っているという。レイチェルの弟の名前はジャック。何でも彼は学校でいじめられているようで、弟を守ってやってほしいとレイチェルはオリバーに頼んだ。大好きなレイチェルからのお願いである。オリバーはすぐにジャックの元へ駆けつけた。そしてジャックと対面し、話を聞いてみると、どうやらジャックは同級生からゲイ扱いされ、いじめられているとのことだった。彼は学校で友達もできず、孤独な学校生活を送っていた。するとオリバーはジャックにこう話した。君は僕の大好きなレイチェルの弟。今日から僕たちは友達だ。どんなことがあっても君のことを守ってみせるよ。こうして二人は親友となった。その日以来、二人は頻繁に遊ぶようになり、オリバーにとってジャックからレイチェルの話を聞くことも一つの楽しみとなっていた。ジャックによるとレイチェルは家ではズボラで手伝いも全然しないらしい。想像しているレイチェルとは違うとオリバーは笑った。しかしある日、レイチェルから耳を疑うことを明かされた。なんとレイチェルがストーカー被害に遭っているというのだ。心配したオリバーは、そいつはどこの誰？と聞いた。しかし彼女は巻き込みたくないと言って口をつぐんだ。せめて名前だけ教えてくれと言うと、彼女は名前だけ教えてくれた。そのストーカーの名前は、ケビン。その後、レイチェルからの連絡は途絶えた。やきもきしたオリバーは、すぐにジャックの元へ駆けつけ、ケビンという男を知っているかと問い詰めた。するとジャックは、姉さんの元彼だと答えた。ただジャックは、それ以上は詳しく知らず、俺に聞かれても困ると言って、少し不機嫌な態度を見せた。納得がいかないオリバーは帰宅するとすぐにオンラインチャットを開き、レイチェルにメッセージを送った。しかし返信はない。もしかしたらストーカーに襲われたのではないか。そんな不安が脳裏をよぎった。連絡が取れなくなって1週間。いても立ってもいられなくなったオリバーはジャックが住むアパートを訪ね、レイチェルのことを何か知らないかと聞いた。するとジャックはオリバーをじっと見つめた後に重い口を開いた。実は姉さんは、1週間前に亡くなった。オリバーは耳を疑った。すぐに信じることはできなかったが、ジャックに冗談を言っている様子はなかった。実はレイチェルは、ストーカー被害に悩み、ビルの屋上から飛び降りてしまったのだという。すでに葬儀は家族だけで済ませており、君には明かせずにいたと、ジャックは話した。大きなショックを受けたオリバーは学校やバイトにも行かず引きこもりがちになってしまった。そんな時、オンラインチャットにメッセージが届いた。それはレイチェルからだった。なんだ、生きてたんだ。オリバーはすぐ返事をしたが、何やらいつもと文面が違う。これはレイチェルではないとオリバーはすぐに気づいた。誰？と聞くと、相手はケビンと名乗った。ケビンはレイチェルの元彼でストーカー行為をしていた男だ。ケビンは続けた。俺はレイチェルがビルから飛び降りるところをはっきりと見た。
彼女を無理やりやった時には、お前の名前を何度も呼んでたぞ、と嘲笑った。それを聞いたオリバーは激怒したが、画面越しでは何もできなかった。レイチェルを失った悲しみとケビンに対する怒りで、オリバーはさらに塞ぎ込んでしまった。すると、オリバーを心配したジャックが、今度は自分が彼を助けると言わんばかりに彼を励ました。しばらく落ち込んでいたオリバーだったが、ジャックが話を聞いてくれたり、遊びに連れ出してくれたことにより、徐々に元気を取り戻していった。こうして再び学校やバイトに行くようになったオリバー。そんなある日、オンラインチャットにあるメッセージが届いた。それはトビンソンという女性からだった。彼女はイギリス政府の諜報部員で MI5 に属しており、密かに民間人の優秀な人材を探しているという。そしてオリバーにスパイをやってみないかと提案してきたのだ。さすがにオリバーもそんな話が自分に来るはずがないと信じなかった。しかしトビンソンはレイチェルが亡くなったことを知っていた。何でもトビンソンは事前にオリバーの身辺調査を行い、彼のことを調べ上げたというのだ。それを聞いたオリバーは、これは本当の話なんだと感じ、トビンソンの言うことを信じた。そして、オリバーに最初に与えられた任務は、本人や周囲にバレないようにジェームズ・ベルの警護をせよ、というものであった。ジェームズ・ベルとはジャックのことで、彼は普段訳あって偽名を使っているとのことだった。任務を受けたオリバーは少し距離を取りながら終日ジャックのことを見守った。そして何事もなくその日は終わり、オリバーは見事任務を達成した。すると後日、トビンソンからメッセージが届いた。よくやったわね。これであなたは MI5 の正式メンバーよ。メッセージを見たオリバーは飛び上がるほど喜び、達成感を得た。その日以来、トビンソンと頻繁にメッセージのやり取りをするようになり、オリバーにとってトビンソンは異性として少し気になる存在になっていた。しかし、それから数日後、トビンソンから驚くべき任務が与えられた。その任務とは、ジェームズ・ベル、つまりジャックを手にかけろというものであった。ついこの前まで警護対象だったジャックをなぜ手にかけるのか、オリバーは混乱した。トビンソンによると、ジャックの養父はテロリストで、ジャックにテロを実行させようとしているという。実はジャックは脳腫瘍を患っていて、もう先が長くない。そんな状態のジャックに養父がテロを実行させようとしているとのことだった。信じられなかったオリバーは後日ジャックに脳腫瘍なのかと聞いた。するとジャックは黙ってうなずいた。トビンソンの話は本当だったんだ。オリバーはそう感じた。そしてトビンソンが新しいメッセージを送ってきた。この任務は政府公認のものであり、あなたがジャックを手にかけても捕まることはないわ。この任務を無事達成できたらあなたを迎えに行くわ。そしたら私と一緒にロンドンに行きましょう。政府の要人にも会わせてあげるし、お金もいっぱい稼げるわ。オリバーはかなり悩んだが、最終的にこの任務を引き受けることにした。そして2003年6月29日、オリバーは指示通りに刃物を用意し、ジャックを鉄橋下に呼び出した。オリバーが刃物を取り出すと、ジャックは動揺し、やめてくれと懇願した。しかし、オリバーの決意は固かった。ジャックを刺し、オリバーはこう言った。愛してるぜ、相棒。この言葉もトビンソンから言えと言われていた。こうしてジャックを刺したオリバーは、もうすぐ到着するであろうトビンソンを鉄橋下で待ち続けた。しかし、いつまで経ってもトビンソンは来ない。傍らでは刺されたジャックが、痛い、痛いと言ってもがき苦しんでいる。怖くなったオリバーは少しためらった後に自ら救急車を呼んだ。ジャックは重傷を負ったが命は助かった。警察に対しオリバーは見知らぬ男に刺されたと嘘を言った。しかし街頭の監視カメラ映像が証拠となり、すぐにオリバーは逮捕された。逮捕された彼は
なんで捕まるんだ。任務を遂行したまでだ。トビンソンは逮捕されることはないと言っていたぞ。と必死に弁明した。すると担当刑事が口を開いた。君はレイチェルに会ったことはある？話したことはある？ないです。では、レイチェルのストーカーのケビンは？ないです。では、トビンソンは？ないです。刑事はため息をついてこう言った。実は、この3人の発信元はすべて同じだったんだよ。つまり、一人の人間が架空の人物を何人も作って君にメッセージを送っていたんだよ。話を聞いたオリバーはしばらく固まってしまったが、じゃあ僕にメッセージを送ってきた人は誰なんですか？と刑事に尋ねた。刑事は少し間を置いた後に口を開いた。ジャックだ。なんと架空の人物を作ってオリバーにメッセージを送っていたのはジャックであった。ジャックが育った家庭環境はかなり悪く、さらに彼はずっと性的アイデンティティに悩んでいた。そんなジャックは13歳の誕生日の時、母親からパソコンを買ってもらった。それ以来ジャックはインターネットにのめり込んでいった。そして例のオンラインチャットで何十人にもメッセージを送り、オリバーを見つけ出した。ジャックは同性愛者でオリバーを学校で見かけ、一目惚れをした。しかし、どう話しかけていいかわからず、ましてや付き合ってほしいなんてことも言えない。そこで、オンラインチャットで女性のふりをしてオリバーにメッセージを送り、疑似恋愛をしていたのだ。しかし、自分が作り出したキャラクターであるレイチェルに、オリバーが好意を抱いたことに嫉妬したジャックは、レイチェルを亡き者にすることにした。そして励ますという名目で、オリバーに近づいたのだ。ただ、親友にはなれたが、恋人にはなれない。そこで彼は自身への愛を確かめたくなり、自分を刺せという任務をオリバーに与えたのだった。その結果、オリバーはジャックを刺した。オリバーはジャックよりも政府の諜報部員として働くこと、またトビンソンと一緒になる選択を取ったのであった。高校生同士のこの奇妙な事件は、インターネット社会が生んだ犯罪として全英で注目された。裁判の結果、オリバー、ジャックともに有罪となったが、二人とも未成年であったため、保護観察処分となった。その後オリバーとジャックは高校生活に戻り、高校を卒業。現在、別々の人生を歩んでいる。ジャックが作り出した架空の人物に翻弄されてしまったオリバー。彼は疑うことなく、最後の最後まで全てを信じ込んでいました。インターネットではいくらでも嘘をつけますし、現代の技術では動画や写真も簡単に加工できますし、声もボイスチェンジャーで加工することも可能です。インターネットでは男性が女性になりすますこともありますが、当時のオリバーにはあまり経験がなく、そんなことは思いつかなかったのでしょう。オンラインチャットは閉鎖的な空間で、そこで何度もやり取りをしていくと、相手に対し特別な感情が芽生えてきます。男女の場合は恋愛感情であったり、同性であれば絆や仲間意識などが芽生えます。人は見たいものを見るという性質を持っています。自分のことを理解してくれる、自分のことを好きでいてくれる、きっと美人に違いない、というように自分にとって都合の良い理想像を作り出し、ハマっていったものと思われます。しかし、その理想像であるレイチェルが亡くなってしまい、落ち込んでいるところに政府の情報機関の話が転がり込んできて、今度はそちらに傾倒してしまいます。心にぽっかりと開いた穴を転がり込んできた刺激的な話で埋めようとしてしまいました。もしかしたらオリバーは普段から心が満たされておらず、誰かに愛されたい、必要とされたいと思っていたのかもしれません。また、諜報部員になることができれば、ケビンに対し復讐ができるかもしれない。そんな考えもあったのかもしれません。こうしてオリバーは誰にも相談することができぬまま、ジャックが作り出した世界に囚われてしまったのです。結びになりますが、皆様にもネット上の知人や友人がいるかと思います。過去の動画でご紹介したように、人間は誰しも
仮面、ペルソナをつけています。例えば私も会社員としての仮面、YouTuber としての仮面、本来の自分といったようにいくつもの仮面をつけています。ネット上の人格はあくまでネット上の人格です。ネット上ではすごいいい人だったのに、いざ会ってみると別人のようだった、騙された、ということはよくある話です。迂闊にネットで知り合った人と会ったり、その人が言うことを簡単に信じるのはやめましょう。最近、国際ロマンス詐欺が横行していますが、詐欺師は職業や肩書きを偽り、様々な手口で騙そうとしてきます。大事なのは、こうした詐欺が存在するということを知っておくこと、そして誰かに相談する、客観的な意見を求めることです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。